お待たせいたしました。昭和レシピチャンネル。豚肉の美味しさとパワーの源を最大限に閉じ込めた丼飯。今月のとっておきのレシピは日本の人気大衆料理スタミナ丼です。はい、今日は美味しいスタミナ丼の作り方をやっていきたいと思います。豚の肩ロース、生姜焼きと同じぐらいの薄さに切りましたね。塩軽くします。胡椒、もう少し小さく切ります。さあタレを作ります。醤油、みりん、砂糖、にんにく、玉ねぎをおろします。こちらの玉ねぎは3から5ミリ幅。玉ねぎの食感を楽しみたい方は太めの方が良いでしょう。じゃあお肉を焼いていきます。フライパンに火をつけて少し油敷きましょう。お肉焼きます。強火で焼きます。豚肉はビタミン B1 や B2 が豊富に入っているほか、ビタミン E、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄分、亜鉛などサプリメントの宝庫です。
はい、肉汁がちょっと染み出してきたら一回取り出します。そこへ玉ねぎを炒めます。染み出した肉汁で炒めることで玉ねぎが美味しくなります。豚肉と玉ねぎは相性がぴったりで、お互いの旨味、栄養を最大限に引き出し合ってくれるのですね。日本にいた頃、私のジムの支部が東京の東大和というところにあったのですが、埼玉県から車で教えるために通っていました。その近くに名物のスタミナ丼のお店があり、練習が終わった帰りに食べに寄ったりしました。スタミナ丼は安くて美味しい庶民の料理。一時期ブームにもなり、人気店は行列ができたりもしていました。はい、玉ねぎがしんなりしてきたら、先ほど作った焼肉のタレを少し、全部じゃなくてかけます。はい、これはこれで一回取っときます。はい、先ほどの肉を戻してもう一回焼きます。少し焦げ目をつけるぐらい焼きます。玉ねぎと一緒に焼くと煮えた感じになってしまうので、こうやって別々で焼いた方がいいですね。香ばしく焼きます。強火で焼くことで旨味を中に閉じ込め、外は香ばしく中はジューシー、プリプリのお肉になります。最高に美味しいスタミナ丼になりますよ。両面いい色になってきたらタレを入れます。はい、火を止めます。はい、熱々ご飯に刻んだキャベツを周りにのっけて、玉ねぎを真ん中にのせます。お肉をのせましょう。真ん中に紅生姜をのっけて、お好みでマヨネーズをか
はい、スタミナ丼の完成です。以前紹介した四日市名物トンテキやハニージンジャーソテー、いわゆる生姜焼きも美味しかったですし、豚丼は今から90年前、北海道十勝地方が発祥の地とされ、日本にはいろいろ似たような美味しい料理が存在します。日本では豚肉の上にさらに生卵を乗せるのですが、海外では抵抗があるでしょうから、それはお好みでどうぞ。これでも十分美味しいです。このスタミナ丼、自分で言うのもなんですが、驚くほどの美味しさでした。最後ラストシーン、誰かに試食してもらって取り直そうかと思ったくらいです。秘訣はタレのバランスもそうですが、豚肉をいかにプリプリに焼けるかどうかにかかっています。豚肉はしっかり火を通さないといけませんが、通しすぎないよう強火でさっと炒めてください。何度か練習すれば美味しく焼ける加減が分かってくることでしょう。頑張ってください。ではまた。Nos vemos. Chao chao.